体に障害があっても多くの人が自分で車を運転しています。僕も頸髄損傷で手足が麻痺していて車椅子ユーザーなんですが、それでもどうにか車を運転しています。こんにちは、ゆうしんです。実は最近車を買い替えました。今回は頸髄損傷で手足が麻痺していて車椅子ユーザーの僕がこの車を選んだ理由を紹介していきたいと思います。まず前提として車を選ぶ上で考えなくてはいけないのは、車椅子から運転席までの移乗ができるのかということです。障害の程度を考えると運転席までの高さがありすぎると移乗ができない恐れがあるので、あまり高すぎない車を選ぶように気をつけました。この車は以前の車よりも運転席まで高さがあって、車椅子の座面から10センチくらい高くなっているんですが、練習して今はなんとか移乗できているって感じです。慣れていない最初のうちは難しいところもありましたが、何度も繰り返しやっていくことでどんどんスムーズに移乗できるようになっています。それで移乗してしまえば運転は補助装置を業者に取り付けてもらえばできるので、運転に関しては車を選ぶ上で問題にはならなかったです。運転補助装置については最後に詳しく紹介します。ということで、この車を選んだ理由のまず一つ目は荷室容量です。前回所有していた車ではトランクルームが狭かったことに不満がありました。車椅子ユーザーにとっては車椅子は大きな荷物になります。一人で移動するときは問題ないんですが、3、4人で車に乗るときなど車椅子はかなり場所を取って邪魔になります。例えば家族で旅行に行くときなど他の人にも荷物がある場合はトランクルームがいっぱいになって収納するのに一苦労します。だから前の車に乗っていた時は次回買う車は荷室容量が多く荷物を余裕で積み込めるような車にしたいなって思ってました。今回購入した車はその辺荷室容量が十分にあって、どんなイベントがあっても対応できると思います。ちなみに座席空間もそこそこ広くて、一人で移動している時に自分で車椅子を積み込む際にもあちこちぶつけずに楽に積み込むことができます。ということで、僕のような車椅子ユーザーには荷室容量が十分ある車が適していると思っていて、それが今回この車を選んだ理由の一つになります。続いての理由は、移乗と運転を楽にしてくれる便利な機能が多くあるということです。便利な機能というのは具体的に言うと、まずはシートの電動調節機能でドライバーポジションメモリーというのがあって、ボタン一つ押すだけで登録したシートの位置に自動で調節してくれます。この機能があると、移乗したり車椅子を積み下ろしたりする時のシートポジションを一つと、車を運転する時のポジションを一つ、この2つを登録しておけば、毎回自分でシートを調節する手間が省けてかなり楽です。それから最近だとよくある機能ですが、鍵の開閉もドアに触れるだけでできるのも手が麻痺している僕にとってはかなり便利です。それからリアゲート。この車は自動で開け閉めしてくれるので、これはとっても便利です。車椅子ユーザーにとってリアゲートは開けるのはできても閉めるのは高い位置に手が届かないので難しくて、買い物した荷物を入れるときとか、こういった自動の機能があるとかなり助かります。さらにこれが本当に便利だなと思うのが、自動でライトのハイビーム、ロービームを切り替えてくれる機能。ハイビーム、ロービームを普通に運転中に切り替えるのって手が麻痺している僕のような場合かなり難しいし危険なので、前は切り替えずにほとんどロービームだけで運転していました。でもこの車は自動で対向車がいる場合や前に車がいる時など場面場面でライトの向きを自動で変えてくれるので、これは本当に便利だなと思っています。ということで、こういった運転や移乗を楽にしてくれる便利な機能があることがこの車を選んだ理由の一つです。そして次にこの車を選んだ理由は、安全性に関する機能が充実していることです。車の事故で体が不自由になった僕にとってもう二度と事故りたくないので、安全性に関することはとっても重要です。この車はそういった機能も充実しています。例えば衝突する危険がある時に自動でブレーキをかけてくれたり、
車線をはみ出してしまいそうになった時にハンドルをアシストしてくれたりとか、さらに居眠りや脇見など運転手に異常がある時にも警告してくれたりします。それからこの車はセダンなどと比べ最低地上高が高いことで、雪道やオフロードでも頼りになるということも選んだポイントになります。今後地震や豪雨、大雪など自然災害がいつ起こるかわからないので、そういったことが起きた時にもある程度対応できる方がいいと思ってます。最後に今回業者に取り付けてもらった運転補助装置や取り付けた器具などを紹介します。まずはアクセルとブレーキを手で操作できるようにする手動運転装置。これを取り付けることによって下半身が麻痺していても手で運転できるようになります。それから握力がなくてもハンドルを操作できるようにハンドルにつける手掌ノブというものも取り付けました。そしてギアを握力がなくても切り替えれるようにする補助器具。それから足の痙攣などで間違って足元のアクセルとブレーキを押してしまわないように痙攣止めプレートも取り付けました。そして異常がスムーズにできるようにサイドサポートも取り付けてます。以上が僕が運転するために必要な器具です。ちなみに今回お願いした業者は三国ライフ&オートさんです。ということで以上、今回は最近買い替えた車の選んだ理由を紹介しました。何か参考になれば嬉しいです。それでは今回はこれで終わり、また次の動画でお会いしましょう。本日ものんびり車椅子こいでいきたいと思います。